前回紹介した蝌蚪、人の顔に山犬の体、鳥の翼を持ちながら蛇のように血を這う獣。しかし蝌蚪は例外ではありません。仙外境には人の顔を持つ獣や鳥や魚が数十体登場します。牛の体に人の顔、豹の体に人の顔、蛇の体に人の顔、さらには山の神々までもが人の顔に獣の体を持っている。なぜこれほど多いのか。今回は個別の獣を紹介するのではなく、仙外境全体を貫く一つの問いについて考えます。まず仙外境にどれだけの人面の獣がいるのか見てみましょう。北山境に記された宝鏡。人の顔に羊の体、だが目は顔になく脇の下にある。虎の歯に人の爪、人を食う。北山境に記された書剣。豹のような体に長い尾、人の顔、牛の耳、そして目は一つだけ。中山境に記された馬服。人の顔に虎の体、声は赤ん坊のよう。しかも厄介なのはこれが獣だけではないことです。青山境に記された栄翔は馬の体に人の顔、虎の模様に鳥の翼、天帝の庭を守る神獣。南山境の赤女は魚の体に人の顔を持つ。北山境の少子は鳥の体に人の顔を持つ。獣も魚も鳥も、さらには神までもが人面になる。崑崙山を守る陸吾は人の顔に虎の体で9本の尾を持つ。そして仙外境を越えて中国神話全体を見渡すと、天地創造の神除夏も復帰も人の顔に蛇の体という姿で広く表彰されてきました。仙外境の世界ではあらゆるものが人の顔を持ち得ます。これだけ多いとパターンが見えてきます。仙外境の人面の獣は大きく3つの型に分けて考えることができます。1つ目は人の顔プラス獣の体。一番多いのは四つ足の獣に人の顔がついた形です。蝌蚪、馬服、栄翔、陸吾など獣の種類は虎、馬、山犬、豹と様々ですが、共通しているのは体は四つ足の獣だということ。このタイプには災いを告げる狂獣も天帝に仕える神獣もいます。2つ目は人の顔プラス蛇の体。仙外境の世界では蛇の体に人の顔を持つ存在は特別です。なぜならこのタイプには神が多いのです。天地を照らす巨神職員は人の顔に蛇の体を持ち、目を開けば昼、閉じれば夜になるとされています。除夏も復帰も打神人面です。蛇の体プラス人の顔は古代中国における神の形式だったとも言えます。3つ目は人の体プラス鳥の体。少子や9つの頭すべてが人面の9方など、このタイプは数は少ないのですが、しばしば不吉性や異界性と結びついています。つまり同じ人の顔でも体が何であるかによってその意味が変わります。人面の獣は適当に混ぜ合わせたのではなく、組み合わせに意味がある可能性があります。ではなぜ人の顔なのか。ここからは3つの仮説を考えます。仙外境の研究者伊藤誠二は仙外境の世界を内なる世界と外なる世界に分けました。人々が暮らす村落が内なる世界、その外側に広がる山や川や海が外なる世界。仙外境に記された獣たちはこの外なる世界の住人です。人面の獣はこの2つの世界の境界線上にいる存在だったのかもしれません。顔は人面、こちら側の存在に見える。しかし体は獣、向こう側の存在でもある。人でも獣でもなく、どちらにも属さない。だからこそ境界を越えてこちら側に災いを運ぶことができるのです。2つ目の仮説はもっと実際的なものです。第2回で紹介した蝌蚪。その声は人が叱りつけるような音がすると記されていました。仙外境にはこうした人間のような声を出す獣が多数います。赤ん坊のような声で鳴く獣、自分の名前を呼ぶ鳥、人語を介する吸気もその一体です。獣が災いを告げるためには人間に理解される必要があります。
声が人に似ていればその警告は伝わりやすい。顔が人に似ていればなおさらです。人面の獣とは人間にメッセージを届けるための形式だったのではないでしょうか。災いを告げるには人の顔が必要だったのです。3つ目の仮説は最も不穏なものです。仙外境の獣は山の中で見かけるものです。見れば疫病が起こる。見れば戦争が起こる。見ること、目撃すること、それ自体が災いの引き金になる。では、人の顔を持つ獣を見たとき何が起こるか。獣の顔に人間の目が、鼻が、口がある。見た者はそこに自分に似た何かを認識してしまう。それはもうただの獣ではありません。ですが、人間でもありません。だからこそ目が離せないのです。前回紹介した混沌には顔がなかったことを思い出してください。あらゆる区別がつかない存在。混沌は人の顔を持たないことで最も混沌たる恐怖を体現していました。人面の獣はその逆です。顔があるからこそ分かってしまう。何かが自分を見つめ返している。認識できないものも怖い。しかし認識できてしまうものはもっと怖い。人面の獣の恐怖はそこにあるのかもしれません。この構造は日本にも見られます。九段という妖怪をご存知でしょうか。牛の体に人の顔。生まれ落ちるとすぐに人の言葉で予言をし、数日のうちに死ぬ。その予言は必ず当たるとされています。疫病の流行、戦争、飢餓。九段は災害のある年に生まれると言い伝えられてきました。江戸時代後期から目撃談があり、第二次世界大戦中には神戸で九段が生まれて日本の敗戦を予言したという噂も広まりました。人の顔を持つ獣が災いを予言して死ぬ。この構造は仙外境の人面の凶獣と驚くほど似ています。仙外境の直接の影響かどうかは断定できません。しかし、人の顔を持つ獣は中国と日本だけの発想ではありません。エジプトのスフィンクスは人の顔にライオンの体を持ち、メソポタミアのラマッスは人の顔に翼のある雄牛の体で王宮を守った。ペルシャのマンティコアは人の顔にライオンの体で人を食う。時代も場所も接点もない文明がそれぞれ独立に人の顔プラス獣の体という同じ組み合わせにたどり着いている。人面の獣には文化を超えた何かがあるのかもしれません。仙外境の人面の獣について3つの仮説を考えました。境界に立つ存在、災いの伝達者、見た者に自分を見せる鏡。正解は一つではないかもしれません。そしてどの仮説も完全に証明することはできません。しかし確かなことが一つあります。仙外境を描いた人々は異形の獣を描くとき、繰り返し人の顔を選びました。それは偶然ではなく必然だったはずです。人の顔を持つ獣とは、人間が異形のものに自分自身の顔を見てしまう恐怖だったのかもしれません。あるいは異形のものがこちらを見つめ返しているという感覚そのものだったのかもしれません。次回は司教の中でも最も有名な存在を取り上げます。東鉄。青銅器に刻まれたあの顔の正体とは何だったのか。異形奇談。また次の夜に。